ラグアイのチーズです。重い、ずっしりしてます。半分に切ります。今日はパラグアイの伝統的なパン、チパを作りたいと思います。パンといってもマンディオカの粉で作るですね。日本ではタピオカ粉とかキャッサバ粉として売られています。これを 1kg 使います。買ってきたチーズ、これを 500g 測りますね。はい、ちょうど500。はい、それでは材料を混ぜていきたいと思います。まず卵を6個、牛乳を 200cc、 サラダオイルも1カップ入れます。これはパラグアイのナチュラルなチーズで味がついてません。モッツァレラチーズのような感じですので、日本ではモッツァレラチーズを代用してもいいと思います。潰していきます。で、塩を入れます。ベーキングパウダーも入れます。じゃあマンディオカを混ぜていきます。日本ではこれ 1kg で700、800円で売ってるようです。もちろんパラグアイは本当安いですけど。ポークハワイアンの時に父竹内がハワイ移住を願っていた話をしましたけども、父竹内は海外移住を考えてスリランカ行こうと言ったりアメリカへ行こうと言ったりしてました。外国好きなその父がもし今生きていてパラグアイに来ることになっていたら本当に喜んでいたかなと思いますね。そしてこのチップを食べてどんな感想を言っていただろうか気になるところです。よくこねて耳たぶくらいの柔らかさになったら出来上がりということなんですけど、今日は気温が低いので少し硬いです。こんな感じでしょうか。で、これをいろんな形にして焼いていきます。ドーナツ状、これはよく見られるパラグアイのチパですね。いろんな形で大丈夫です。それではこれ実際どうなるか焼いてみましょう。オーブンに入れて焼きます。バターを塗ってサラダ油でもいいです。チッパを並べていきます。これお肉を入れてみたのちょっとどうなるかわかんないです。はい、焼けました。パラグアイの普通のチパと比べてちょっと色が薄いんですけど、これはチーズの種類がね、白いチーズを今回使って、多分もしかしたら時間が経ったチーズを使うともっと匂いもして美味しくなるのかもしれませんね。またアニスを私はあんまり好きじゃないので入れてません。通常のパラグアイのチパにはアニスが入ってます。卵もうちで産んでる卵を使ってますので、黄身が濃くなる餌を与えてませんので、薄い黄色の卵ですから、それも色に関係があるのかもしれません。それではこれをみんなで食べていきたいと思います。これがチーズを入れて焼いてみました。ちょっと切ってみますね。はい、中にチーズが入ってます。はい、お肉入りを切ってみます。はい、お肉入ってます。チッパソーとかって言いますね、こちら。パラグアイの伝統的なドーナツ型のチパですね。それではインスタントですけどパラグアイの飲み物コシトを作っていきます。これですね。紅茶かコーヒーと同じような感覚でミルクと砂糖を入れます。お砂糖、ミルクで、これでお湯を注いでスプーンで混ぜるだけです。はい、コシドの出来上がりです。パラグアイの朝食です。こんな感じで軽く焼いておいて冷凍庫に保存、食べたい時にオーブンで少し焼き足して食べるということもできます。いかがでしたでしょうか。なんて下手なんだとパラグアイ人に見られたら恥ずかしいですが、日本人なので許してもらいましょう。でも生地を寝かせる必要もありませんし、割と簡単にさっと作れるので、皆さんも地球の裏側のチパをぜひ作って食べてみてください。ノスベモス。チャオチャオ。